はい、こんにちは、大岡祐介です。先日ね、ニューヨークとか行ってきて、結構ね、ニューヨークに行く過程を iPhone だけで撮ったりとか、実際ニューヨークの Vlog をね、スマートフォンだけでやってみるっていうことをしたんですけど、今回はその制作スタイルだったりとか、ちょっとしたコツっていうものを皆さんに共有していけたらなと思っております。で、まず皆さんもね見たと思うんですけど、ニューヨークに行く過程をなんで iPhone だけで撮ろうかって思ったかと言いますと、まず基本的に海外に行く時って結構時間なくてバタバタするもんなんですよね。で、基本的にこういうジョビーとかで一眼レフをつけて Vlog をしたいんですけど、空港とかだとやっぱりチェックインとか荷物検査とかで結構こういうのがやっぱ邪魔になってくるんですよね。ってなった時にやっぱりニューヨークまで行くのに17時間ぐらいかなかかるので、ジョビーとか一眼レフを構えて撮るっていうのはちょっと難しいなと思ったんで、今回はちょっと iPhone だけ、本当に常にポケットに入っている iPhone だけでちょっとニューヨークに行く過程をおしゃれに撮ろうかなと思ったのが今回のきっかけです。で、この iPhone で撮ることの良さっていうのはもちろん機動力ね、常にポケットにこのカメラが入っているのですぐに取り出してすぐレックを押せるっていう、本当にこの機動力っていうものが一番 iPhone の良さかなと思っています。もちろん画質とかになってくるとやっぱり一眼レフだったりとかミラーレス一眼とかに比べたらもう完全に劣ってしまうんですけど、またこういった iPhone だけの良さっていうのも機動力とかね含めあるので、ぜひ皆さんも iPhone だけで動画制作をしていただけたらなと思って、今回はちょっとこういったチュートリアルじゃないけど iPhone だけでシネマティックに撮影するコツっていうものを共有していけたらなと思います。で、よく Twitter でね、先日公開したニューヨークに行くまでの過程が本当に430リツイートぐらいされてて、15万再生ぐらいいってるんですよね。で、まずなんでこんな iPhone だけで撮ったやつが再生されてるかっていうと、今まで僕って一眼レフとか本当に100万円ぐらいする機材でずっと撮ってたものを、誰もが持っているスマートフォンでシネマティックに撮ることによって多分すごい共感が生まれたのか、誰でも持ってるものでこんなにもシネマティックに映像編集ができるのかっていう共感が多分今回のシェアにつながったと思うんですけど、その Twitter で結構質問があって、どうやって撮影してるのかっていうものだったりとか、何で編集してるのかっていう声をすごくいただいたので、ちょっとそれをお伝えしたいと思います。僕ね、この iPhone で撮るときによく映画とかを iPhone だけで撮ると、アプリケーションとか使ってシャッタースピードとか F 値とか色味だったりとか調整できるんですけど、僕の場合はもう完全にこの純正のこの動画だけで撮ってます。で、以前にスマホだけでかっこよく撮るっていうチュートリアル出したと思うんですけど、まず設定があります。ちょっとこうね、動画を概要欄に貼っておくので見ていただきたいんですけど、ちょっと簡潔に伝えたいと思います。まず設定を開いていただいてカメラっていうところを開きます。で、これ iPhone だとデフォルトだとフレーム数が30だったりとか、画質がフル HD なんですけど、ここをちょっといじります。まずビデオ撮影をフル HD の60フレームにします。1秒間に30枚普段は撮ってるものを1秒間に60枚の写真のフレーム数で撮ることによってスローモーションが実現可能になります。なのでこの60フレームっていうボタンをまず押してください。で、グリッドラインを表示する。グリッドラインを表示すると構図っていうものがバッチリ決まるので、その設定は最低限やってください。たったこれだけです。これ以外何もしません。あとは iPhone でカメラを開いてすぐ横に撮るだけで、僕が意識してるのはiPhone を横にした時にカメラが左上に表示されるようにした方がいいんですよね。常にここでレックを押すと、カメラの位置だったりとか、例えば横向きにした時ここで撮った。で、次のレックはカメラを右下にして撮るだとちょっとやっぱり変わってきちゃうので、左上にカメラを置くっていうのは意識していただければなと思います。あとは本当にレックをして撮るだけです。後で編集画面でお伝えするんですけど、僕がこの録画する時って、10秒から30秒間ぐらい流して撮るのではなくて、ほとんどの動画が1秒から5秒ぐらいの本当に短い尺をたくさん撮ってテンポよくつなげてるっていう流れになります。今ね、ニューヨークで、iPhone だけで Vlog 作ってみたっていう動画が流れてると思うんですけど、その動画も基本的に自分が撮りたいものをまず明確にするんですよね。この自分がニューヨークのブルックに行くまでの過程をちょっと抑えようとしてたので、その時におしゃれな空間を1秒から5秒ぐらいで常に撮るっていうイメージ。常に僕一眼レフで撮ってて iPhone で撮影する時のちょっとした、コツなんですけど、やっぱり画質っていうものがあまり良くなかったりとか、本当に奥行きがないのでやっぱ安っぽい映像になってしまうんですよね、 iPhone だと。それはちょっと仕方がないと思うんですけど、それを少しでも軽減するやり方は
太陽の位置なんですよね。で太陽の位置が本当に、iPhone だけに限らず、全ての撮影において大事なんですけど、僕がよく意識するのは、映像でもあると思うんですけど、右上か左上ぐらいに太陽の位置を設置して、例えばここに太陽の位置があるとすると、iPhone でもフレアっていう現象が起きるんですよね。すごいキラキラしたような印象になるんですけど、そうすることによって若干自分が捉えたい被写体ものが逆光チックになって奥行きがない感が軽減されるんですよね。なので僕がこの iPhone の Vlog だったりとか、ニューヨークに行くまでの過程を撮影してみたっていうのも結構そういった太陽の位置だったりとか構図っていうのを常に意識してます。でもう一つ重要なポイントがテンポよく切り替えることですね。基本的に一つのカットで長く使えるので、その一つのカットの印象が何よりも強いものなんですよね。ってなってくると、もちろん高画質だったりとかそのディティールのきめ細やかさとかがすごく重要になってくるんですけど、 iPhone ってそんなもの何もないので、あまり長くカットは使えないですね。なので僕の動画を見ていただければ分かるんですけど、結構テンポよく、例えば意識してるのは音とかですね。電車とかをね切符で通過するものだったりとか、何かその特徴的な音、効果音が発生するところでは基本的に回してます。例えば電車が来る音だったりとか。なのですごく大事なのが太陽の位置と、あとは特殊な音が発生するような場所をテンポよくつなげると、iPhone だけでもシネマティックな映像演出になります。でちょっと早速今ある程度のコツはお話したので、実際にニューヨークで iPhone だけで Vlog を撮ったんですけど、それについてちょっと編集画面を見ながら解説していこうと思います。今ちょっと音が外れてしまってるんですけど、先ほどお伝えした例えばこれとか特にさっきお伝えした通りですね。このチケットを挿入するときにこの音が結構いいでしょ。このまますぐエントリーするっていうで、結構自分のこともここで収録するんですけど、正直 iPhone で自撮りってちょっと難しいです。なんか 24mm が 28mm ぐらいなんで、自分の顔がすごく近くなっちゃうんですよね、相当離さないと。なので自撮りはちょっと難しいかもしれないし、かつね声があまり、一眼レフのマイクつけてるものに比べたら入らないので、そこに関してはちょっと自分でも悩んでる部分ではあって、で近いっていうものに関しては、僕先ほどねこのモバイルフォンレンズっていうiPhone で広角にするレンズを購入しました。これはね、この動画の後に出すと思うので、ぜひチェックしていただきたいんですけど、こういったもので僕は今後対応していこうかなと思います。音声に関してはもうしょうがないので、僕の声を喋る時の声を大きくしたりとか、そういった対応をしていこうかなと思います。これ喋って、ある程度、その現場にいる、自分の考えとかを、Vlog したら、次は音楽に合わせたカットで、ここでスローを使ったりとか、ここですね、ここの部分が一番 iPhone っぽくないです。これ左上に太陽があるんですよね。で角度を考えるとこういう感じでフレアが発生するので、すごくiPhone だけでもこんなに綺麗が撮れるのっていう演出になると思います。であとはワンちゃんだったりとか、そういったリアルな空間でいいと思う場所を撮影したりとかの繰り返しですね。なので、iPhone だけでこんなシネマティックに作ることにおいて特別なことは何もしてなくて、iPhone で最低限の設定をすると。でデフォルトのカメラで構図とか音とかを意識して撮影する。であとは Adobe Premiere Pro にてテンポよくつなげるだけなんですけど、で僕はこの映像を、音楽が合わせたインサートの部分は基本的にスローにしてます。でそのスローにしてある程度テンポよく編集したら、最終的にはカラーグレーディングっていう作業をやるんですけど、今回この iPhone に関しては一応僕全体的にラットを当ててるんですよね。自分の世界観のラット、なんか僕がね以前ラットとか4種類ぐらい、発表したと思うんですけど、ぜひそちらもチェックしていただければなと思います。で iPhone になってくるともう完全にスタンダードの色味で撮ってるので、ラットを当てちゃうとめっちゃ色が割れてしまったりとか、黒が潰れたりするので、ラットエフェクトのパーセンテージを15% から 20% ぐらい、ほんとうっすら当てるぐらいのちょっと世界観を付け加えるぐらいで僕は、カラーグレーディングをしております。なので、iPhone のそのままのスタンダードだけだとちょっとシネマティックが弱いと思うので、
少し色味とかを当てると全体的にね iPhone だけでも、シネマティックな映像表現になるので、ぜひこの動画を見た際にはね、特に特殊な、高い機材とかも使ってないので、皆さんが多分ポケットに入っているもので撮影しているので、ぜひね皆さんもそういった今僕が説明したものを意識してちょっと撮影してみていただければなと思っております。で、結構ねやっぱ Twitter とかでこのスマホだけで撮ったっていう動画がね結構本当に反響があって、ニューヨークで Vlog 撮ったのもなんか結構体調があんまり良くなくて、で一眼レフを持つのがすっごい疲れたんですよね。1週間ぐらいしたのでちょっと疲れてしまったんで、ちょっと身軽にニューヨークを楽しみたいなってことで、ポケットにある iPhone だけを持って、手ぶらで撮影してたんですけど、なんかその iPhone だけでやっぱ撮影してると撮影することにあまり意識しなくていいので、なんか旅の仕方がまたちょっと変わるというか、なんかそういった気軽に撮影することの重要性をやっぱり今回気づかされたのと、なんかやっぱりいい機材だったりとかいいものを使えばもちろんやっぱ誰でもいいものを撮れる時代ではあると思っていて、むしろ本当に誰もが持っているものだからこそシネマティックとかで表現する価値がやっぱりあるのかなと思って、今後僕はこの iPhone だけで、いろんなコンテンツ制作をやっていこうと思っています。で、先ほどね、紹介したと思うんですけど、このモバイル iPhone レンズっていうものがあって、これで広角だったりとかマクロとかの表現ができるので、この iPhone だけでどこまでコンテンツ制作を追い込めるのかっていうのも今後 YouTube 上で、配信していこうと思うので、ぜひこの次の動画もね見ていただければなと思っております。はい、じゃあそんな感じで今回はね iPhone でシネマティックに撮影するコツについてお話したんですけど、ぜひ参考にして皆さんも制作してみてください。本日はどうもありがとうございました。